ってどこなの？スリランカはインドの横にある島国なのだ。インドとはかなり違うの。インドはヒンズー教で、スリランカは仏教国なのだ。言葉もスリランカはシンハラ語ってのが使われているのだ。日本人から見たら似てるけど、やっぱり別の国って感じだね。でも食べ物とかは共通点が多いらしいのだ。なるほど、やっぱりインドカレーみたいな料理が多いのかな。スリランカは始めていくので、まあそのあたりも含めていろいろ体験してみるのだ。スリランカ紹介動画というよりは旅の記録的な感じになるかな。まあこれからスリランカ行ってみようとか、スリランカってどんな国か知りたい人にはぴったりな動画なのだ。今回スリランカ航空の直行便なので約8時間半の飛行なのだ。スリランカ航空の食事ってこんな感じか。野菜メニューを頼んだのだ。また食事が来たよ。飛行時間が8時間半なので2回食事が出るのだ。今度はチキンメニューにしてみたよ。寝てるだけなのに2回も食事とると太りそうなのだ。着いたね。バンダラナイト国際空港だよ。11時35分成田発で17時25分スリランカ着なのだ。日本とスリランカの時差は3時間30分だね。コロンボってカジノもあるらしいね。時間があったら行ってもよかったのだが、今回は予定に入れてないのだ。どこへ行く予定なの？コロンボからキャンディ、シギリア、カンダマラ、ダンブッダを回る予定なのだ。じゃあ今回の動画はコロンボ編ってとこかな。キャンディ以降は次回の動画になるのだ。これってスリランカ空港で有名な仏像だね。よく雑誌とかに紹介されているのだ。ボディースーツっぽい全身シワのない服を着てるよ。ここは免税店のエリアなのだ。到着時に免税店で買うようなものはなさそうだな。ここは荷物受け取りエリアなのだ。今回バックパック旅で預けた荷物はないからパスだな。関税を抜けてスリランカ到着なのだ。ここですることは換金と SIM カードの入手だね。まあエアロみたいな eSIM でもよかったのだが、ダイアログの SIM が欲しかったのでここで買うのだ。空港出ちゃったらもう中には入れなかったのでホテルに向かおうか。バス停は少し遠くて、タクシー呼ぶには Uber か PickMe というアプリがいいのだ。ということでピックミーでトゥクトゥク呼んだよ。PickMeは到着時に現金支払い、Uber はクレカで先払いなのだ。実は Uber の方が金額交渉いらないから楽なんだよね。本日のホテルに着いたよ。グランドオリエンタルホテル。ここは1837年に建てられた歴史のあるコロニアル様式のホテルなのだ。ホテル前にこんなモニュメントがあったけどなんだろう。イギリス植民地時代の人力車の像らしいのだ。じゃあ早速中に入っていこう。チェックインして晩飯を食べに行くのだ。ロビーはなかなか綺麗だね。歴史のあるホテルって感じだ。建物は古いけどすごく綺麗にしてるのだ。チェックインも終わったので部屋に行くのだ。1階はグランドデジ、2階が一度表示されるようだよ。
こんな感じなんだね。歴史を感じる。自分の部屋はどっちなのだ。ここみたいだよ。310号室。早速入ってみるのだ。暗いな。電気つけないと。広くてなかなかいい感じなのだ。今回飛行機とセットで取ったから1泊5000円くらいだったけど、ホテル予約サイトなら3000円台くらいから取れるみたいだよ。水回りはこんな感じ。一応バスタブもあるのだ。アメニティは控えめかな。歯ブラシ持ってきててよかったよ。石鹸とシャンプーくらいしかないのだ。部屋の外はどんな感じかな。向かいのコロニアル町の建物が見えるのだ。でも使われてなくて廃墟っぽいな。ホテルの部屋の鍵もなんだか歴史を感じさせるキーホルダーがついているのだ。晩飯でも食べようと適当に歩いてたらスピタルストリートというところに出たのだ。昔病院があった場所らしいよ。その病院を改造したダッチホスピタルというショッピングエリアだよ。レストランもいっぱいあるようなのだ。ここではたまに演奏会みたいなのもやってるらしいよ。この辺りのレストランに入るのだ。向かいのセイロンカレークラブも良かったんだけど、このまさらアイランドにしたよ。あまり格式ばってなくてファミレスみたいな感じなのだ。バーカウンターはあるけど、確かに家族連れも多い感じ。お店の人がスペシャルディナーってのを勧めてたのでそれにしたのだ。スペシャルディナーって何？つまりビュッフェ形式で好きなものを好きなだけ取れるディナーなのだ。ついいろいろいっぱい取っちゃうんだよね。というわけでついいろいろ取りすぎちゃったのだ。サラダあり、スープあり、カレーありでなかなか良かったよね。食べ終わって外に出たらなんか演奏やってたのだ。なかなかいい感じだね。ということで今日はこれからホテルに帰っているのだ。おやすみなさいだね。朝なのだ。ホテルの予約をよく見たら朝食付きだったよ。どんな朝食か食べに行ってみるのだ。ここが朝食会場かな。結構広いね。
策は大概ビュッフェ形式だよね。朝から取りすぎてしまったのだ。ビュッフェ形式だとなぜか取りすぎちゃうんだよね。ホテルから表を見てみたら高速道路作ってるみたいなのだ。海沿いの海嶺だね。変なタワーがあるね。ロータスタワーなのだ。コロンボのスカイツリーみたいなタワーなのだ。ホテルの外を歩いてたら変なモニュメントがあったよ。テレコムモニュメントなのだ。しかしなぜ電話のモニュメントがあるのかよくわからないのだ。歩いてコロンボポート駅まで来たよ。明日はここから電車に乗ってキャンディというところまで行くから下見なのだ。東京でいうと東京駅みたいなところだね。たくさんの人が集まってるのだ。まあコロンボで一番メインの駅だからね。ここを歩いているとお金をくれと言ってきた人がいたのだ。まあちょこちょこそういう人いるよね。本当にかわいそうな感じの人にはついあげちゃうのだ。まあ100円くらいだけどね。でも1000円くらいくれと金額を言ってきた人もいたのだ。それはちょっとずうずうしいな。ここからいろんな方面への電車が出てるようなのだ。明日は8時半にキャンディー駅の電車に乗るんだよね。改札はないみたいだね。電車に乗るとき電車の扉のとこで切符を確認するスタイルみたいなのだ。じゃあ駅の中には自由に入れるのかな。駅のこっち側にはお店がいっぱいあるのだ。駅前のコンビニみたいな感じだね。でも店名をよく見るとホテルって書いてあるんだよね。コーラの広告なのにホテルの看板って何なの？本当に泊まれるのかな？この近くにバスステーションもあるらしいのだ。ここにもバスがいっぱい止まってるよ。こんなもんじゃなくてもっといっぱいバスが止まってるらしいのだ。 Google マップだとこっちの方だね。どこから入るのかよくわからないのだ。ここかな？市場みたいな感じだけど。これだと初心者にはわからないのだ。本当に広いバス停があったよ。これは広そうなバスステーションなのだ。本当だ。すごくいろんな場所に行くバスが大集合してるみたい。行き先さえ間違わなければどこでも行けそうなのだ。ちゃんと待つ場所もあるし、なかなか良さそう。今日はバスに乗らないし次のとこへ行くのだ。向かいのアーチのところも大きなバスステーションらしいよ。向かいの方はペター地区といってコロンボで最も活発な商業エリアらしいのだ。そっちへ行ってみようか。確かに商業
感じがする。おもちゃと貝類とかいっぱい売ってるのだ。本当にアメ横みたいだ。パラソルがいっぱいあるのも似てる。ちょっと雨模様なんでみんなお店の商品にビニールをかけ出したのだ。大雨降ったら大変そう。降らなきゃいいけど。大雨降り出したのだ。今は避難だってね。しかし困ったな。これは19世紀に建てられたヒンドゥー寺院なのだ。海外のお寺ってカラフルなのも多いよね。雨が激しいのでショッピングモールに行くのだ。僕とペター地区も散策したかったけど仕方ないよね。ここがワンガレフェイスというショッピングモールなのだ。結構大きそうなショッピングモールだ。ここで何か昼飯でも食べるのだ。これだけ大きいといろいろありそう。ここに入るにはちゃんと保安検査を受けないといけないのだ。さっき荷物を X 線でチェックされたね。世界の有名ブランドが大集合なのだ。ペター地区とは全然違うね。よくわからない謎のモニュメントがあるのだ。子供に大人気だよ。これは何だろう。テレビの撮影スタジオみたい。どうも単なる休憩所みたいなのだ。これは本当にでかいショッピングモールだ。上の方にも行ってみるのだ。これは散策するだけで大変そうだ。まあ適当にご飯食べて帰るのだ。地下にフードコートがあったのだ。いろんな国の食べ物があるみたいだよ。これはパキスタン料理かな。これはスリランカ料理。これはインドのコルタカのストリートフードだって。これはインドネシア料理だって。これはレバント。シリアやレバノンやイスラエルなど東部地中海沿岸あたりの料理らしい。これはシンガポール料理。これはイタリアのピザ。ここはタイ料理。そしてここは東京食堂。日本食だよ。中華料理がなかったのだ。こっちの広いエリアが中華コーナーだよ。なんか一番広いエリアを占領してるのだ。とりあえずせっかくだからスリランカ料理にするよ。
体的なショッピングエリアだね。ここなら大体何でも手に入りそうなのだ。スーパーマーケットもあるよ。スーパーマーケット内にトゥクトゥクが置いてあるのだ。仙台フュージョンって書いてあるよ。まさかの仙台料理。よくわからないけどインドネシア料理のようなのだ。これはスリランカの若い女性向けのボディケアのお店らしいよ。この流れてる画像、あまりにも能天気に明るいのでつい見入ってしまうのだ。調べてみたけどスリランカのみにあるお店みたいなので、モデルもスリランカ人みたいだよ。なんか思ってたスリランカのイメージとかけ離れているのだ。まあでもさっき見た寺院もカラフルだったので、カラフルなのが好きな国なのでは。日本のシュークリームのお店が出ているのだ。この店いろんな国で出店してるよね。主にアジアに出店してるようなのだ。トルコアイスのお店なのだ。意地悪してなかなかアイス渡してくれないんだよね。さっきもそれやってたのだ。これは紅茶のお店かな。スリランカといえばセイロンティーなのだ。お茶の葉っぱの手もみをしてるのだ。発酵した茶葉じゃないから緑茶なのかな。これは日本のラーメン屋さんなのだ。海外のラーメン屋さんって高級な感じの店も多いよね。この本店は名古屋にあって、台湾ラーメン発祥のお店なのだ。名古屋、台湾、スリランカ、なんだかややこしいな。ちゃんとシネコンもあるのだ。すごい綺麗なシネコンだ。インド映画もスリランカ映画もやってるのだ。これはスリランカの映画みたいだよ。シンハラゴみたいだ。こっちはドリームワークスの野生の島のロズ。日本では2025年公開なのだ。どうも小学生による発表コンテストやってるみたいなのだ。なんだか微笑ましいね。見てるだけで癒されそう。ここはスパセリロンボディショップみたいなお店なのだ。これは有名なお店だよね。スリランカ土産にって書いてあった。ここもすごくカラフルだよ。目がチカチカしそう。いろんな香りのスプレーとかクリームとかいろいろ売ってるのだ。外に出たけど結構綺麗なビルも建ってるね。この辺りは高級エリアなのだ。ということで今回のコロンボ編は終わりなのだ。次回はコロンボからキャンディへ向かいます。最後まで見てくれてありがとう。ではまたなのだ。